まずね、1枚目なんですけども、こちら、ペンネームはない方でしたね。はい。まずね、文章の方を紹介します。こちらは同僚の友人が撮った写真だそうです。向かって左の後ろからですね、笑い顔のおばちゃんが見えるんです。後ろには誰もいないのを確認して撮影したようです。これまあね、登山をした、ちょうど頂上で撮影をしたところで、まあね、変なものが映ってるんじゃないかという写真なんですね。私も登山が趣味なのでよくわかるんですが、霧がかかった山には何者か気配がついてきます。山には人知の及ばないものが必ず存在しています。映っている男性に何かあったわけではないですが、なぜ映ったのか、どういう例なのか気になっているみたいなので、鑑定お願いいたします。実は今回ですね、僕もちろん霊感ないので、ちょっとね、ちょうどさっきパシンプのはやぶささんがいたのでね、一応、全部写真見てもらって鑑定の方をお願いしました。見解の方を伺ってますので、そちらも合わせて紹介していきたいと思います。さあ、では、登山、頂上付近で男性が撮った写真、変なものが写っているということなんですが、どんな写真なのか、皆さんこちらご覧ください。どうぞ。はい。白畑、山頂、頂上というね、ポール、杭があるんですけども、そちらに手をかけた男性がこちらを見ている写真ですよね。皆さんお気づきになったでしょうか。この男性なんですが、その顔の右側ですね。このあたりに写ってますよね。じゃあアップにした写真がこちらです。はい。確かにね、女性のような顔が後ろから覗き込んでいるなという印象。そして何よりも、後ろにね、映っている、覗き込んでいる顔がですね、何か白黒のような。よくありますよね、心霊写真の場合、霊は何か立体的というか、平面的で、そして色も褪せているっていうね。やっぱり前のね、男性の顔、血色のいい顔とは明らかに違う色ですよね。で、後ろにこういう方はいなかったということなので、何か映っちゃったんじゃないか心配だということで送っていただきました。で、本当にね、顔が見えるので僕もわーっと思ったんですけども、これパシンペラのはやぶささんの見解ですと、やはりね、山というのはこういう浮遊霊というものが集まってきやすいんだそうです。そして、この場所に限らずなんですが、やはりね、登山とか、あと昔からね、山に登ったりとか、あとは修験者の方もね、含めて、山で亡くなっている方ってやっぱりいっぱいいらっしゃるんですよね。なので、そういった方が、こうやって集まってきて写真に写ることはよくあるんで、そういう写真家とも思ったんですけども、はやぶささんの見解では、ここにいる、山にいた霊という感じよりも、この方についてきているものなんじゃないかというような印象を受けたそうですね。なんか山でっていう何かそういう霊のような存在が感じられなかったので、そもそもなんかこれは心霊じゃないのか。もしくはこの山じゃなくって、この男性についているものなんじゃないかとかね、そういうような印象を受けたそうです。だからお友達にですね、説明してあげるとしたら、山ってわけではなくて、なんか今自分自身の何か生き量とか、この男性の山ではないところで何か心当たりがないのか、聞いていただければいいのかなという感じがいたしますね。でもびっくりする写真。はい、1枚目からありがとうございました。こちらね、ステッカー差し上げますので、ぜひね、概要欄にあるメールアドレスの方に、タイトル、ステッカーで連絡先送っていただければと思います。お願いします。さあ、こんな感じでね、どんどん紹介していきます。2枚目なんですが、レンレンさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、レンレンと申します。息子が友達と花火をしていた時に撮ったものなんです。右手が消えて、左手でわからない何か別の左手を握っているように見えるんですが、鑑定の方よろしくお願いしますというね。まずちょっとね、じゃあお写真の方をご覧いただきましょうかね。こちらです。どうぞ。お子さんたちが手持ち花火でね、楽しんでいるという、夏の一コマなんでしょうかね。はい。で、まずね、これ、はやぶささんが言ってたのが、この花火というものがですね、やっぱり霊が集まってきやすくなるものだっていうものらしいんですね。で、確かに花火大会ってね、全国各地ありますけども、結構最初のね、言われというのが、鎮魂のために、
災害であるとか、たくさんの方が亡くなってしまったその皆さんを鎮めるために開かれているというね、花火大会結構ありますよね。で、やっぱりね、花火というもの自体がたくさん寄ってきやすいっていうものらしいんですよ。これはいいものも悪いものもですね。で、皆さんご覧ください。左側ですね、しゃがんでいる、これ息子さんですね。が、右手が消えてると。はい。普通だと花火持ってるはずですよね。もう花火持ってない。右手が途中消えてしまってる。で、そこに、下の方に左手があるんですけども、その左手で、別の、確かに全く別の手だけが、急に宙からニョキッと出てきてますよね。で、その左手を掴んでいるように見えるんですが、ということで、鑑定をということで、写真を送っていただきました。確かに、不思議な左手が急に宙に現れてって感じですよね。で、さっきも言いました。花火をしているといろんなものが寄ってきやすいってことなんですけども、いいものも悪いものもという中で、これはちょっとね、あまり良くない悪いものが寄ってきてしまったんじゃないのかなというね、お話でしたね。息子さんね、何もないとは思うんですけどもね、この左手ですかね。このちょっと手の方には気をつけた方がいいんではないかなというお話がありましたので、ぜひね、参考にしてほしいなと思います。いや、でも花火、寄ってきやすいですね。なるほどなって思っちゃいましたね。さあ、続きまして、ペンネームメロンさんからです。ありがとうございます。はじめまして、お盆休み。またお盆近辺ですよ。お盆休みに家族で海キャンプに行った時の写真がなんだか気持ち悪く、息子の足の部分が波の影響なのか、心霊写真なのか分からず送ってみました。鑑定お願いします。こちらです。どうぞ。はい。浮き輪でですね。はい。二人のお子さんがいらっしゃって、左側の方には赤い浮き輪、右側に青い浮き輪に、乗っているお子さんたちが見えます。そして多分ね、正面ですね、一番前のこの青い浮き輪のお子さんの足ですよね。これ海のね、海中の方を見ると、足なんだろうなというね、肌色のもやーっとしたものがありますが、これがちょっとね、変な感じに映ってるんですよね。見方によると、横を向いて、と口を開けている。何かちょっとまがまがしいというか、ちょっとインパクトのあるね、何か顔のようにも見えるしてものが映ってますよね。で、これ、実はですね、はやぶささんの中で、一番これに、驚いてましたね。っていう。やはりね、海の中というのは、亡くなってしまった方がね、多いので、こういった例が多いんですって。で、これ、ちょっと引きずり込もうとしているような、そういったものがいて、それがこのように映ってるんじゃないかという。一番ちょっとこれが怖いというか驚いたという話ありましたね。もちろんね、この日何もなかったそうなのでね、安心はしてるんですけどもね、やっぱり海を取るとこういうものが取れてしまうことがある。で、やっぱりこれを別に悪い例っていうわけではなくても、やっぱり海で溺れて亡くなる方って、もがいて亡くなってるんですよね。まさに藁をも掴む思いなので、そこにいる人間がいるとで別に引きずり込もうというわけではなくても、やっぱり掴んで、って助かりたいってことで、ちょっとね、危ない目に遭う可能性もあるということですね。ちょっと皆さんもね、海に行く際、川に行く際は気をつけていただきたいと思います。続きましては4枚目ですね。こちら。ペンネームはマイキーさんです。ありがとうございます。島田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつもお階段巡り楽しく拝見させていただいています。嬉しいです。ありがとうございます。早速なんですが、ちょっと変わった写真を送らせてください。2010年9月に撮った写真なんですが、当時私は写真加工もできず、撮った携帯もガラケーでした。写メの、撮った時はですね、よく覚えていまして、神社の境内を撮ろうと思って写真を撮ると、真ん中の男性、全くの他人なんですが、首がないんです。鑑定をお願いします。ということで送ってもらいました。こちらです。どうぞ。はい。お祭りですかね。ちょうど参道。そこでですね、男性がきっとこっちを向いてるんですよね。他人の方なんですけども、ちょうど写真を撮った時に目の前に男性が立っていたと思うんですが、
首、ないですね、上。よくその体の一部がね、消えてしまう写真っていうのは、ご先祖様からのね、メッセージであると。例えば、腕が消えていると腕の怪我に注意とかね、足が消えてるとなんていう、消えた部分が注意で、ただ、首から上が消えてしまうのは、これかなり危険なんだっていう話がありますよね。で、やっぱりぎょっともしますけどもね、これ怖いのかなということで、はやぶささんに聞いてみました。で、これはですね、もちろんそういうご先祖様からのメッセージで、体の部分が消えてしまうってあるんだけども、もう一つね、消えるパターンがあるらしいんですよ。それっていうのが、霊がちょうどそこを通り過ぎてると、そのね、瞬間写真撮ると、その体の部分って消えて写っちゃうことがあるんですって。スーッとこう霊が通り過ぎるときに、足の部分にいると足が消えて写っちゃう。だから、霊がいるところは消えちゃうってことなんですかね。で、そんなことで、この場合はたまたま首の部分を通り過ぎていたので、こういうふうに消えて映ってしまったんではないかというはやぶささんの見解でしたね。だから、さっき言ったように、何かこう守っている存在からのメッセージで、とても危険なんだってことではないので、ご安心くださいというふうに、おっしゃってましたね。はい。ちょっとびっくりする写真ね、でしたね。ありがとうございました。さあ、では最後です。こちら、ペンネームマサさんからいただきました。これは今から2年半ぐらい前に撮った写真です。写っているのは自分です。アクエリアスの下に小さな手があります。周りにはこのサイズの手の人はいませんでした。ちょっとね、写真をご覧ください。こちらです。ね、野球をやられてユニフォーム姿、素敵なんですけども、左手でアクエリアスのペットボトル2リットルですかね、持ってますよね。で、その下です。このマサさんのこの腰のあたり、ここからこう手がグッとやっぱ出てますよね。で、これはですね、マサさんこの後ね、2年半の間、自分の周りに何も特に起こってませんが、少し気になってます。よければ鑑定お願いしますということで、やっぱり気になっていることで、写真を送ってもらったんですけども、これはもう結論から言ってしまうと、全く気にしなくていいんではないかということでした。やっぱりこのね、手からは何かそういう霊的な力というものが感じられないそうなんですね。だから、後ろの方にね、かがんでる人影も見えますが、やっぱり人間の手なんじゃないか。で、角度的にね、おかしい気もするんだけれども、これは、そういう、やっぱ良くないものとか、そういった霊的なものではなくって、やっぱり、何か人間の手なんじゃないかな、というふうには言ってましたね。確かにね、ちょっとこれ、不自然だなと思ったりもするんでね、やっぱりご本人としてはすごく心配になってしまうと思うんですけどもね。はい。あまり気にせずにですね。特にね、2年半何も起きてないので、これからもね、大丈夫だと思いますので、はい。ぜひ安心して過ごしていただければと思います。ただやっぱり手なんですよね。手っていうのはね、本当にこう自分の気持ち、人の気持ちが一番現れる体の部署と言っても過言ではないですよね。うわーってこうね、手をこう伸ばすとかね、物をね、掴み取るとかね、そういうこともありますけども、やっぱりこう手の心霊写真今日も多かったですけども、何かこう思いが手に乗って手が映るってことは、やっぱり写真としてあるんだろうなという今日印象を受けました。本当にね、5枚とも素晴らしい写真ありがとうございました。